こんにちは、ともやです。こんにちは、シェリルです。okay. チェスナです。チェスナです。僕たち淡路島に引っ越して6年目だけど、もう実は4軒目のリフォームに入ってて、でその2つは不動産通さないで個人売買で買ったっていうのを、でどうやって自分たちがその見つけて個人売買でその家を買うことができたかっていうそのプロセスをちょっと話したいと思います。はい。Hi, I'm Cheryl. I came from Melbourne and met Tomoya in Tokyo. We've been inseparable ever since. We worked on my fashion label there, but got stressed out doing things the Japanese way. So we got in our car and left. We ended up on Awaji Island, where we accidentally bought a house. So we moved there a month later. Then we also became Christian. And then we quit our jobs as fashion designers and started working part-time at a sushi restaurant. We'd never done any carpentry work in our lives before, but we started anyway. Now we've lived there for 6 years and are currently renovating our 4th house. We realize anything is possible if you put your mind to it, and with God by our side, we have nothing to worry about. We don't strive to be perfect, we only strive to be ourselves, and create as original a work as we possibly can. Join us on our current journey, $2,000 Japanese house renovation. 淡路に来て本当に1年目で不動産通して2軒を買ったね。10万円の家と130万の家。本当に僕たちが一番最初に家を買った1軒目はその淡路に旅行に来た時。その動画を見たいならこれ2軒目に買った家、そこは3年ぐらい住んだよね。これ130万円で買って、最初入った時になんかブラウンだねって思ってなんか全部ブラウンだね。やっぱ130万を出して、それで2年同じぐらいな家賃の値段だから、そっちの方が絶対いいと思って、なんか自分で適当になんか白く塗ったらいいんじゃないのかなって思って、そしたら買ったよね。水でしかも漏水してたから元栓を止めて、で水溜めて瓶にいっぱい置いといたりとか。そう空き家めっちゃ欲しくて、そう何でもいいと思って、ただなんていうかリフォームしたいだけ、チャレンジが欲しかった。いろんな空き家に手紙入れたりとかあなたの家が欲しいっていう手紙を書いてそのポストに入れてちょっと怖いけどねここからが自分たちで見つけて、自分たちで直接持ち主さんとつながって買うっていうところまで行くっていうの。今住んでる家は実は3軒目。この家 Google Maps 見て、私実際にこうドライブして車止めて自分たち歩いたり、なんかを感じようとして、なんかこっちがいいのかこっちがいいのか、ひょっとして誰かが行って話しかけられるかなって思って、右側にこういう家があって、その時からもうこの家がなんか私たちが買うと思って、貯金もなかったし、どうやって買うのも実はそこまで考えなくて、ただこの家欲しいと思ってそれしか考えなくて、車出て、そしたらなんか窓から見てこういうのを見て、そしたら近所がどんどん集まってきたじゃん。そうなんかこういう小銭をなんかこういう耳の中に入れるおっちゃんが来て、おっちゃん懐かしいなそこで大事なのがやっぱ近所の人はめっちゃ情報を持ってるよね。もうその人がどこに住んでて、もうその人の家族とか兄弟までもう知ってるみたいなあの人の兄弟はあそこに住んどるわとかあそこで仕事しとるぞとか、そうそう、ものすごい情報もらうから。そしたら私たちお金ないけどどれぐらいで売ってくれるかなって聞いたら、おい安いんじゃんって言って適当なもんね。近所と話してから隣の人なんかピンポンして私たちの電話番号をこう置いて、もし来たらこの電話番号電話かけてくださいって頼んで、そう東京都本を取りに行って、そしたら持ち主と持ち主の住所が出てきたんだけど、もうその時までその
この家を見つける前にもう4軒ぐらいそれを登記簿とかも取ってたりしてたんだけど、でも誰も繋がらなかったりしたんだよね。近所の人から聞いた、この仕事をやってるから、その名前とその仕事をなんか適当に Google に入れて検索をしてなんか偶然出てきたから、その人の仕事場が出てきたのかなでもうすぐその仕事場に電話してすいません何々さんですよね、あなたの家欲しいんですけど誰ですかみたいな。でも話していったら、ちょっとじゃあ夜電話かけるんで電話番号教えてくださいって言って、で夜電話かかってきたよね。いや本当にかかってくるんだ。多分何時間ずっとこうなんか待ってて、もう来るかな電話来るかなかかってきたかかってきたみたいな淡路に住んでなかったから、その人が淡路に来るタイミングでここに来て、で内見して、もう内見する前からもう買うつもりだったけど、結果的にこの家は150万円で買ってで個人売買だから不動産の手数料もなしだったし、名義の自分たちでやって、で本当に不動産のその登録免許税っていうそれだけでちょっと調べた感じだと2、30万円は貯金できた。1回やったらもう何回、2回目はすごい簡単。そう同じだね。今やっている20万円のリフォーム物件を話します。この20万円の家を見つけて、ちょうどさ、なんか軽トラックで通りかかったおっちゃん話聞いたら、なんかたまに帰ってくるって言われて、税務課に行ってその税の観覧とかいう、なんかこの人の税金固定資産税がどれだけ払ってるかっていうのを見れるから、それを見て、あの住所もあの人の持ち物、あの住所もあの人の持ち物で、ここが宅地だからあそこに住んでるかも、でそこの家に行ってみてそこで住んでるから、そこにあなたの家欲しいですっていう手紙また書いて、それポスト入れた得意なやつその20万円の家の人とは LINE でつながってて、その人本当にいい人だよね。めっちゃさっぱりしてて、でその家が本当に実はややこしいのが、地目が田んぼの上に建ってる建物っていうちょっと違法物件みたいな感じだったんだけど、買ってみたらね、淡路で普通だけど、田んぼのままだと農業の人しか買えなかったり、田んぼを宅地に変えるっていう推理の人たちと、あと田んぼだから隣になってる田んぼの人とかの許可ももちろん必要で、そこを田んぼとして使わないっていうのを許可もらわないといけない。でそれを農業委員会っていうのにちょっといろんな書類集めて、そのなかなかサインがね、とにかくその地目を変えるっていうのが大変だったね。変えて、で本当に昨日自分たちの持ち物まで、これも実は自分たちで全部やって、調べた感じだと3、40万円ぐらいは貯金できたかも。これ言わないと絶対大事なこと、空き家をまず見るときに買ってって気づいたこと、まず大事なことは水の処理がどうなってるか、そう下水かどうかだね。やってて思ったのが、平屋の方がいいかなと、民宿をもう一個作りたいなって思って今20万円の家の方やってるんだけど、でもそういう場合だと住宅よりも耐震はもっと厳しくなるから、ここに結構大変だから、それが2階建てになるとさらに難しくなるって建築士さん言ってたよね。あと瓦じゃない方がもうちょっと簡単っぽいね。そう、であと空き家の見分け方、まずガスがあるかどうか、あるかどうか。ガスがないと絶対空き家でしょ。まあそうじゃないのも何回か見たけどまあでも相当難しいよ、そこ難しいね。住むのは。でもガスじゃない人もいたから。でも、これはね結構確実なんじゃないのかなって思ったのが、夜見に行く。電気ついているかついてないかは可能性高いね。だから電気ついてないとそこ住んでないっていうことだけど、でも住んでなくても使ってるかもしれない。
ああそうそういうところがめちゃめちゃ多い。めっちゃあった。ひょっとしてそっちの方が多いんじゃないの、空き家よりも。多いね。使ってないけど使ってる、使ってないけど手放したくないっていう人もめっちゃいたね。そういう人もいるかそうら。もう本当に何人か声かけて使ってないけど売るつもりはないですって言われたのも何回かあったし、使ってないけど手紙の返事返ってこないとかももちろんこれはよかったね。怪しいし。まあでも私たち怪しいかもしれないからおい何の動画だっけこれ。結論的に自分で空き家を探して個人売買までやりたい人はまず山は結構難しい間違いない。そう一番空き家を見つけるときに結構大事になったポイントが多分近所の人の情報。これが一番早かったね。それ確実だね、かなり詳しいね、好きなところで1時間2時間ぐらいの散歩ずーっと行ってこの空き家が欲しいって思ったら隣の人に聞いたり周りの人に聞いたり、絶対そこから絶対進むと思う。絶対進むね。その後は Google マップで調べて登記簿謄本取って収益点がちゃんとされてれば正しい持ち主までたどり着ける。今までそういう方法しかやったことないんだけど、でもひょっとしてもっといい方法があるかもしれないから、そういう人がいたらぜひ教えてください。ぜひ教えてください知りたいからめっちゃ知りたいねそれはこんな動画は役に立ったら嬉しいんだけど、もっと見たいならなんかサブスクライブしていいねとかいろいろやってくれたら嬉しいんだけどね。コメントもくださいこれ何わかんない。ジェイソン終わったよ起きてジェイソン終わったよ。ジェイソン起きて起きてジェイソンほらバイバーイ始まったよジェイソン。You're so cute. オンエアオンエア You're such a baby. オンエアっていうの We're rolling. Rolling Chestnut, we're rolling. We're rolling Chestnut, Chestnut come We're here. rolling あ、来て Yay, good baby. Good chestnut. Okay, OK 集中して。 OK お座りお座り Good chestnut